ご視聴いただきありがとうございます。キャンピングカーを購入して約1年半が経過し、いろいろな場所をドライブする機会が増えましたが、行く先々でキャンピングカーを見かけることが多くなった気がします。また定期的に開催されているキャンピングカーショーに出かけると、本当に多くのお客さんが会場に足を運ばれており、毎回大盛況となっています。感覚的にはキャンピングカー人気はコロナ後も継続しているように感じますが、今回キャンピングカー白書2023が発行されたことで、キャンピングカーの具体的な販売金額や人気のベース車など正確な統計データが掲載されていましたので、動画にしてみました。興味深い結果でしたので、最後までぜひご視聴いただければ嬉しいです。キャンピングカー国内販売額と保有台数。まず2022年のキャンピングカーの販売総額は前年に対して 20% 増加の762億円だったようです。この金額には新車・中古車の金額も入っており、過去最高の金額だそうです。2021年の販売総額が635億円でしたので、実額にして127億円も増加しています。すごい金額ですよね。またグラフを見ると、10年前の2012年での販売総額が281億円でしたので、約 2.7 倍もの金額になっています。年々人気になっているのがこのデータからもわかりますね。続いて販売台数は対前年より9000台増えて14万5000台となっています。17年前の2005年との比較では約3倍の販売台数になっているようです。アウトドアもブームですし、車中泊や災害対策としても注目されているので、今後もますます成長が期待されますね。キャンピングカーの利用頻度、利用時期、期間。キャンピングカーの利用頻度については、日常的に利用しているが昨年より1ポイント増加していて、上位2番目の回答となっています。我が家はキャンピングカー以外の車は保有していないので、キャンピングカーを日常使いしています。また21回以上利用するという回答も昨年より2ポイント上昇しており、日常的に利用している方が増えてきているようですね。意外だったのは1回から5回しか利用しない方も 15.9% もいらっしゃるんですね。高額な買い物をしたのに少しもったいない気がするのは私だけでしょうか。旅行に出かける月。続いては旅行に出かける月ですが、やはり季節がいい5月と10月に約 70% を超えてきています。次いで前回は8月という結果でしたが、今回は4月と9月という結果で、夏の猛暑を避ける傾向にあるようですね。我が家のキャンピングカーにはエアコンが設置されていないので、夏はなるべく車中泊は避けています。キャンピングカー旅の予算。続いては旅の予算についてです。約半数以上の方が1回あたりの旅の予算は1万円から3万円以内との回答結果でした。次いで3万から6万円が 18.8% となっています。2022年はガソリン代も高かったですし、いろいろなものが値上がりしていましたので、皆さん支出を抑える傾向にあったようですね。キャンピングカーの人気ベース車。続いては関心のあるベース車についてですが、やはり圧倒的な人気はハイエースで 50% を超えたアンケート結果になっています。あと最近人気の軽キャンも 16.8% と
非常に高い数値となっています。昨年まではランクインしていなかったデュカトも 4.7% という数字でランクインしていますね。逆に昨年と比べてカムロード、タウンエースなどはそれぞれ微減となっています。当面ハイエースの人気は続きそうですね。宿泊場所についてはトップは昨年度に続いて道の駅が 79.5%、 次いで RV パークが 61.8% となっています。やはり道の駅は無料かつ24時間トイレの利用も可能なため圧倒的な人気ですね。キャンプ場の利用については2ポイント減っていますが、昨今のキャンプ人気で予約が取りづらくなっていることが要因として考えられますね。購入しようと思ったきっかけ。続いては購入しようと思ったきっかけですが、我が家がキャンピングカーを購入しようと思ったきっかけは YouTube で日本を一周する方々を見て、あんな風に時間を気にせずに各地を旅してみたいなと思ったのがきっかけでした。さてアンケートの結果ですが、やはり第1位は旅行の 87% でした。続いてキャンプの 46.6%、 ペットの 40.5%、 趣味の 39% です。災害・防災対策として購入された方も 26.7% と思った以上に高い結果となっています。キャンピングカーの購入価格。最後にキャンピングカーの購入価格ですが、最も多かったのが前年同様400から500万円台で 24%、 次いで600万円から700万円台が 22%、 800万円から900万円台が 19%、 1000万円から1500万円台と200万円から300万円台が 15% となっています。1位の400万円から500万円台は変わりありませんが、その割合は 2.2 ポイント減少し、1000万円から1500万円台が 1.8 ポイント上昇しています。そして600万円以上のモデルの割合が全体的に増えているようです。車両価格の高騰はもちろんですが、キャンピングカーショーへ足を運ぶと年々装備の充実したキャンピングカーが増えているように感じます。個人的にも高性能で快適に旅を楽しめるキャンピングカーにとても魅力を感じるので、納得の結果かなと思いました。いろいろなアンケート結果を見てきましたが、いかがだったでしょうか。日本 RV 協会のキャンピングカー白書2023を見て感じるのは、キャンピングカーへの人気はまだまだ継続しており、所有者も増加の一途をたどっているということです。また我が家と同様に日常的にも利用されている方も多くなってきており、キャンピングカーオーナーの裾野が広がっていると感じました。今後は RV パークなどのキャンピングカーが利用できる施設がますます増えてくれば嬉しいなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。